3年前、私の姉が亡くなりました。私は姪の面倒を見ていました。しかし、その後に発見したことは、私の血を凍らせるものでした。3年間、36回の毎月の送金。8万1000ドル。私の稼ぎの半分を、亡くなった姉の夫に送っていたのです。彼が姪の面倒を見るために。先月、7歳の姪が小さな指で私の手を握り、私の顔を自分の目線まで引き寄せてこう囁きました。おばさん、もうおじさんにお金を送るのはやめて。どこに行くか見てて。そうすればわかるから。それを知ってから、私は姉が結婚した男について思っていたすべてが変わりました。私の名前はアテナン・オーアン。33歳で、バージニア州ローワンオークの小さな保険請求処理会社で働いています。税金前で年間5万4000ドルほど稼いでいますが、それが妥当な額に思えるのは、3年間ずっとその半分を毎月送金していたことを知るまではでした。私はグランドビレッジ近くの改装されたビクトリア様式の2階にある1部屋のアパートに住んでいます。車は2016年式のカヤ・サレントで、助手席にはコーヒーのシミがあり、2度こすっても取れず、今では永遠のルームメイトとして受け入れています。そのシミは、今や私の友情より長く続いています。姉のシエナは、私が世界で最も尊敬していた人でした。彼女は34歳で突然の脳動脈瘤で亡くなりました。全く予兆はありませんでした。彼女は生涯健康で、亡くなる1ヶ月前には10キロマラソンを走っていました。シエナはローアノークの商業用不動産管理会社でリースコーディネーターをしており、年収は約6万8000ドルでした。彼女は整理整頓が得意で、計画的な人でした。スパイスラックはアルファベット順に並べられ、誕生日プレゼントのアイデアは色分けされたスプレッドシートで管理していました。結婚生活では主な稼ぎ手であり、そのことは義母がなかなか受け入れられなかったのですが、それは後で触れます。シエナはウェイド・プセルと結婚していました。ウェイドは地域のライセンスを持つ空調技師で、年収は約4万2000ドルでした。二人には娘がいて、私の姪のブリアは、シエナが亡くなった時4歳でした。シエナが亡くなった時、私の世界は真二つに割れました。そしてウェイドも、壊れているように見えました。その時はそう信じていました。葬儀には1週間寝ていないかのような顔で現れ、目は腫れ、声は震えていました。彼は、溺れていると言いました。シエナはすべてを管理していました。住宅ローン、請求書、保険、ブリアの保育園の支払い、食費の予算、すべてです。彼は彼女がいなければ何から手をつけていいかわからないと言いました。そこで私は手を貸すことにしました。深く考えず、計算もせず、ただ、はいと答えました。毎月2250ドルの送金を設定しました。年間で2万7000ドル、それは私の手取りの約半分に相当します。これを賄うために、外食は完全にやめ、すべてのストリーミングサービスも解約し、ジムの会員権もやめました。土曜日の残業シフトも増やし、週末は消えました。私の社交生活は静かな状態から事実上消滅しました。飼い猫のジェラルドは毎晩、まるでセラピストのように私を見つめ、私が改善していないことを知っているのに言えずにいるような表情をしていました。しかし私は喜んでそうしました。すべての香り、余分なシフト、金曜の夜に一人でソファに座り、ホットソースをかけたご飯を食べることも。なぜなら、ブリアは姉の最後の生きた証だったからです。ブリアはシエナの目をしていて、集中する時のあの真剣な小さなしかめ面も同じでした。誰かに頼まれれば腎臓を売ってでも助けたかったのです。私はブリアを月に一度ほど訪ね、大抵日曜日に行きました。ウェイドか、その母親のロレイン・パーセルを通じて調整しました。訪問するたびに、家は普通に見えました。完璧ではないけれど、許容範囲内。ブリアはきちんとした服を着て清潔で、笑顔を見せていました。ウェイドは疲れた目と感謝の声で、ひどい状況の中で最善を尽くしている男の役割を演じていました。彼は助けに感謝し、どれほど大変か、シエナがどれほど恋しいか、ブリアがどれほど早く成長しているかを話しました。私はそのすべてを信じていました。
なぜなら、彼が嘘をついているかもしれないという考えはあまりにも恐ろしくて受け入れられなかったからです。ブリアに電話するときは、いつもウェイドの電話を通しました。彼は5分から7分ほど彼女をつなげました。彼女は明るく、おしゃべりで普通の子供のように見えました。学校のこと、描いた絵、庭にいたリスの話をしてくれました。でもウェイドはいつもその通話中に部屋にいました。その理由をその時は考えませんでした。さて、ロレインについてです。ウェイドの母親は複雑な存在でした。彼女はシエナの方が息子より稼いでいることを快く思っていませんでした。葬儀の時、彼女はいとこに、シエナはいつもすべてを仕切っていた、と小さくつぶやいていました。しかしロレインは悪人ではありません。彼女は追い詰められていました。ウェイドは信用できないと知っていて、もし彼を強く責めたり間違ったことを言ったら、唯一の孫であるブリアから引き離されるのではないかと恐れていました。だから彼女は黙っていました。私の訪問前に家を片付け、ブリアが見栄えよく見えるようにしていました。彼女が表面上のすべてを支えていたのです。ウェイドの嘘に忠実だからではなく、ブリアを失うことを恐れていたからでした。彼女は閉じ込められていて、私はそれに気づきませんでした。そして、すべてが変わった日がやってきました。先月の木曜日のことです。午後の仕事の予約がキャンセルになり、私は通常6時までのところ2時半に仕事を終えました。ウェイドの家はセーラムにあり、車で15分の距離です。思い切って立ち寄り、ブリアにサプライズでおやつを持って行こうと思いました。大したことではないと思いました。ドアを開けたのはロレインでした。彼女は驚いた様子でした。私は事前に連絡せずに来たことは一度もありませんでしたが、彼女は私を家に入れました。ウェイドには連絡しませんでした。それが亀裂でした。ウェイドがブリアの周りに築いていた壁の小さくて静かな亀裂です。ロレインは私を中に入れたのです。本当は彼女も誰かに見て欲しかったのです。彼女が見てきたものを。ブリアは台所のテーブルで宿題をしていました。顔を上げて微笑みましたが、それは慎重な笑顔で、子供が喜んで良いのかどうか迷っている時のような笑顔でした。靴は小さすぎて、つま先のキャンバスが裂けていました。ドア横にかかっているジャケットは薄いウィンドブレーカーでした。10月のバージニアで、葉はすでに色づき、夜は40度台に冷え込んでいます。そのジャケットでは、ムスターも温まれないでしょう。しかし最も悪いのは、靴やジャケットではありませんでした。彼女の目でした。あまりにも静かで、動かない。7歳の子が信頼していいかどうか計算しているような目で私を見つめるものではありません。私たちは、1時間一緒に過ごしました。数学を手伝い、彼女が美術の授業で描いた猫の絵を見せてくれました。ソファで彼女が私に寄りかかると、薄着の下の細さが感じられました。別れの時間になり、私は彼女をきつく抱きしめました。その時、彼女は私の手を握りました。ただ握るだけでなく、強く握り、私の耳元に口を近づけて、かすかな声で囁きました。おばさん、もうおじさんにお金を送るのはやめて。どこに行くか見てて。そうすればわかるから。私の血は凍りつきました。7歳の子の言葉ではありませんでした。見て、聞いて、理解しすぎてしまった子供の言葉でした。その夜、私は無言で運転して帰りました。ラジオもポッドキャストもかけず、ブリアの囁きが頭の中で繰り返されました。午前2時、私はまだ眠れず、ベッドに座りながら36回分の送金確認を携帯でスクロールしていました。2250ドル、2250ドル、36回で8万1000ドル。3年分の残業代、ご飯、ホットソース、孤独。そして一つの問いが頭から離れませんでした。ウェイドはどこに行っているのか。続きの前に、いいねボタンを押して、コメントでどこからご覧になっているかと今の時間を教えてください。すべて読んでいて、皆さんのコメントが私の一日を明るくしてくれます。ありがとうございます。私は仕事を休みました。火曜日、上司には歯医者の予約があると言いましたが、それは嘘でした。でも、その時は偽の虫歯よりも大きな問題を抱えていました。
私はセーラムに向かい、ウェイドの家の近くに車を止めました。シエナがブリアの誕生の4年前に選んだあの平屋の家です。シエナのクレジットスコアが住宅ローンの審査を通すのに役立った家。シエナは玄関のドアをセージグリーンに塗ったと言っていた。気の流れを整えるためだと。しかし、今ではそのセージグリーンは色あせ、家が放置された倉庫のような雰囲気を漂わせていた。ポーチの手すりは剥がれ落ち、雨どいには2年前の秋の落ち葉が詰まっている。かつてシエナが丁寧に手入れしていた芝生は、フェスクグラスの適切な高さで隣人と15分も議論したほどだったが、今はまばらで伸び放題だった。庭全体が、2月頃に新年の決意を放棄して振り返らなかった誰かのエネルギーを放っていた。私は何か醜いものを見つけるだろうと予想していた。本当に、ウェイドに薬物の問題やギャンブル依存、あるいは8万1000ドルの行方を説明するような破滅的な何かがあると思っていた。悲しい何か、せめて怒りとともに哀れみを感じられるようなものを。しかし、見つけたのはそうではなかった。午前10時15分、ウェイドは家を出た。作業服は着ておらず、見たことのないぴったりとした収容のジャケットを着ていた。濃紺で新品のようだった。彼はトラックに乗り込み、どこへ急ぐでもなく、時間に余裕があるかのような余裕を持って車を発進させた。仕事現場には向かわず、40分かけてバージニア工科大学の近く、ブラックバーグにあるタウンハウスの複合施設に停めた。静かな並木道の通りで、人々が玄関先に小さな鉢植えを置き、郵便受けは皆同じ色だった。ユニット7から20代後半の女性が現れた。オーバーンのハイライトが入った紙で、後に400ドルもするデザイナーのショルダーバッグを持っていることを知った。私はそれを、だいたい私が1ヶ月の食料品に使う金額と同じだと思った。彼女はウェイドのトラックに歩み寄り、二人はキスをした。挨拶でも軽いキスでもなく、何ヶ月も共に過ごした者同士の、自然で親密なキスだった。彼女の名前はケンドラ・フェルツ。まだ私はそれを知らなかったが、すぐに知ることになる。二人は一緒にトラックに乗り、2ブロック先のブランチの店へ向かった。私はキア・ソレントに座り、手が震えていて誤ってクラクションを鳴らしてしまい、駐車場の向こう側に誰かに手を振っているふりをした。実際には誰もいなかった。観客ゼロのためのパフォーマンスだった。正直、この3年間の私の人生をよく表していると思った。私の心を壊したのはここだ。破滅を期待していた。だが見つけたのは安らぎだった。ウェイドはシエナなしで崩れ落ちていなかった。堕落もしていなかった。ただ家族を置き換えていただけだった。私の金で新しい人生を築き、シエナが去った空間に新しい女性を押し込めていた。火曜日の午前11時にエッグベネディクトを食べている間、娘は靴の縫い目が裂けている靴を履いていた。その後の数日間、私は見つけられる糸をすべて手繰った。ブリアの小学校に電話した。シエナは当然のように、入学時に私を緊急連絡先として登録していた。学校は法的に私と情報を共有できた。特に子供の福祉に関する懸念があった。ブリアのその学期の欠席は11日。学校はウェイドに連絡を取ろうとしていたが、電話、留守番電話、メール、彼は一つも返信していなかった。出席事務局によると、児童福祉局に報告する寸前だった。次にパティ・ゴーマンに話を聞いた。彼女はウェイドの家から3軒隣に夫と娘と住んでいる。娘はブリアと同じ年頃だ。パティは涙ぐみながらもほっとした様子で、やっと誰かが疑問を持ってくれたと話した。彼女によれば、ブリアは週に3回以上、学校の後に彼女の家に空腹で来ていた。おやつが欲しいのではなく、まるで無料給食の昼食以来何も食べていないかのように空腹だった。パティは彼女に夕食を与えていた。ブリアはパティの娘に、お父さんはいつも別の家にいる、と事実のように話したという。7歳で、すでに別の家の概念を理解していた。ウェイドの職歴を遡った。彼が6年間勤めた空調設備会社に電話すると、7ヶ月前に辞めたと言われた。解雇ではなく、ただ出勤しなくなった。さらに詳しく調べると、辞める前の数ヶ月間、
彼は出勤時間が遅れたり早退したり、昼休みが長かったりしていた。その衰退はおよそ10ヶ月から12ヶ月前に始まり、ケンドラとの関係が始まった時期と一致していた。彼は誰かに出会い、彼女と過ごす時間が増え、徐々に仕事から離れ、最終的には全く行かなくなった。7ヶ月間、ウェイド・ピーセルは収入ゼロだった。私の送金で生活していた。月に$2250。私が必死に稼いだ金で、彼は働かずに快適な生活を送っていた。ロレインに慎重に接近しようとした。電話をかけ、声を平静に保ち、ウェイドの様子やブリアの学校の必要なものについて尋ねた。ロレインの声はすぐに硬くなり、ウェイドは不可能な状況の中で最善を尽くしている。あなたには一人で子育てするのがどんなことかわからないと言った。しかし、彼女の言葉で私の心に引っかかったのが、できる限りそこにいる。できることをしているという一言だった。それはウェイドをかばう言葉ではなく、告白だった。ロレインは彼の穴を埋め、ウェイドがブラックバーグへ消える日にはブリアの面倒を見て、私が訪問する時に家が最低限整っているか確認し、私が行くことをウェイドに知らせて彼が役割を演じられるようにしていた。彼女は彼の味方ではなく、掃除係であり、疲れ切っていた。その日の夜、ウェイドからメッセージが来た。冷静で、ほとんど優しい口調だった。ブリアのためにあなたがしてくれることに感謝しているが、連絡なしに来るのは彼女にとって不公平だ。彼女には安定が必要で、驚きは良くない。いつものスケジュールに従おうと。丁寧で理にかなっているようだったが、私がほんの少し開けたドアを強引に閉じようとする計算された言葉だった。これは混乱した男の言葉ではなかった。これは自分の生活を管理している男の言葉だった。6ヶ月間娘に新しい靴を買ってやっていない男が、安定について説教していた。私は笑いそうになった。そしてパティ・ゴーマンからの電話が全てを変えた。午後9時過ぎ、彼女は一日中考えていて、私に伝えなければならないと感じてかけてきた。先週、パティの家でのプレイデートの際、ブリアがパティの娘に何気なく言ったのだ。パパがもうすぐ変わるかもしれないって。私、しばらくどこかに行くかもと。子供が自分の言葉の重さを理解せずに巨大なことを言うように。私は心が沈んだ。これはもはやただの放置ではなかった。ウェイドは単に私の金を使って彼女のガールフレンドと過ごしていただけではなく、娘を手放そうとしていたのだ。彼は父親からの出口を作っていた。ケンドラとの快適な新生活を守り、妻を置き換え、責任を放棄したことを7歳の娘に思い出させられずに済むように。その夜、私はベッドの端に座り、膝の上で携帯電話を握りしめた。$81,000。3年。そして私が資金を提供していた男は、その金が守るべき唯一のものを捨てようとしていた。私はローエノ区の南側にあるレンタル倉庫を借りている。5フィート ×10 フィートの小さなもので、月に$89かかる。他の支払いに加えて払っている。中身に向き合う勇気がなかったからだ。段ボール箱3つ。シエナの私物だ。彼女の葬儀の1ヶ月後に箱詰めした。ウェイドは、もう彼女のものを見られないと言った。ノートや書類、冬にいつも巻いていたスカーフ。家に置いておくのは前に進むのを妨げると言った。その時、私は分かった。私も開けられず、そのまま倉庫に運んだ。それが3年前のことだ。私は$89を毎月払い続け、別れを告げることを避けていた。人によってはセラピーに行くが、私は金属の箱を借りてその中に悲しみを押し込めたのだ。正直に言うと、保管倉庫に入れておくのは効果的だったかもしれませんが、今度は箱を開けなければなりませんでした。ある土曜日の朝、街を横断して車を走らせ、南京錠を外し、シャッターを巻き上げ、冷たいコンクリートの床に座りました。目の前には亡くなった姉の人生が詰まった3つの箱がありました。最初の箱は人的な品々でした。まだわずかに香りが残る絹のスカーフ、花のような香りで、一瞬で胸が締め付けられました。彼女の筆跡で書かれた買い物リストが綴られたノート。
折りたたまれた紙に書かれたブリアの予防接種スケジュール。ブリアからの誕生日カードには棒人間やクレヨンで描かれたハート、大きく揺れる文字で、マミーと書かれていました。二つ目の箱は書類が入っていて、古い税務申告書や職場の賃貸契約書、給与明細、銀行取引明細書が印刷されてファイルされていました。シエナはまるで1997年のように銀行取引明細を印刷して整理するタイプの人でした。そして箱の一番底には、マニラフォルダーがありました。タブにはシエナの綺麗な文字で、念のためと書かれていました。私の手は震えながらフォルダーを開けました。中には交渉人が署名した手紙があり、正式な遺言書ではありませんでした。シエナは法的手続きを完了させるつもりでしたが、亡くなる前に終わらせられなかったようです。それはローウェノークのキャンベル通りにあるヘンダーソン&ウェルズ交渉サービスで作成され、署名された後、交渉された公権移行書でした。日付はシエナの死の8ヶ月前。公式の承認が押印したものでした。手紙にははっきりとこう書かれていました。私が死亡または無能力となった場合、私の娘ブリア、パーセルの主たる後見人として、姉のアテナ・オーアンがつくことを希望します。その手紙の下には別のものがありました。両面にわたる2枚の手書きのページ。シエナの字で、小さく正確に、右に少し傾いていて、いつもの彼女の書き方でした。彼女はウェイドを愛していると書いていました。それをはっきりさせたかったのです。しかし、彼が$19,000ものクレジットカードの借金を隠していたことを知ってしまいました。彼女は彼のトラックのグローブボックスの中、車検証の裏に隠れている明細書を見つけました。彼は誰も見ないと思っていたようです。これは初めてではありませんでした。結婚して2年目、初期の頃にも$6,200の隠されたストアクレジットカードを見つけていました。その度にウェイドは、二度と繰り返さないと誓いました。シエナは信じたかったのです。しかしシエナはシエナでした。彼女はただ希望するだけではなく、最悪の事態に備えていました。彼女は書きました。私はウェイドを離れません。彼を愛しているし、人は変われると信じています。でも、何があってもブリアが守られることを知っておく必要があります。これを読んでいるアテナ、これは私がコントロールできなかった何かが起こった証拠です。どうか私の娘を頼みます。あなたをこの世で誰よりも信頼しています。ウェイドは悪い人ではありませんが、お金に関しては弱いのです。そして弱さはプレッシャーの下で悪化します。私はその保管倉庫の床に座り、2枚のページを三度読み返しました。スパイスラックをアルファベット順に並べ、誕生日プレゼントのスプレッドシートを管理し、銀食器の引き出しが効率的でないからと一度はキッチン全体を整理し直した姉が、自分の死に備えた緊急プランを書いていたのです。彼女はウェイドの欠点を見抜き、それを無視するのではなく、娘のために安全網を張っていたのです。私は普段でも車の鍵を探すのに苦労するのに、シエナは未来を見据えて4次元チェスをしていたようでした。彼女は本当に優れた姉で、そのことを言うときっと嫌がるでしょう。月曜日の朝、私は職場に遅刻の連絡を入れ、ローウェノ区の中心部、チャーチアベニューにある家族法専門の弁護士ブリジット・コワルスキーの事務所へ向かいました。彼女は22年の経験を持ち、50代半ばで銀色の短髪、ビーズのチェーンにかけた老眼鏡をかけ、くるみを割れそうなほど強い握手をしてくれました。私の同僚のいとこが親権争いで彼女を使い、反対側の弁護士が急に他の場所に行かなければならなくなるようなタイプだと言っていました。私はすべてを彼女の机に並べました。送金記録、学校の欠席、パティ・ゴーマンの証言、ウェイドの失業、愛人、ブラックバーグのタウンハウス、そしてシエナの交渉された手紙。ブリジットは遮ることなく12分間話を聞いてくれました。壁の木製のローマ数字の時計が静寂の中で大きくカチカチと時を刻み、まるでカウントダウンのように聞こえました。話が終わると、彼女はメガネを外して机に置き、この手紙は拘束力のある親権命令ではありません。あなたの姉は法的手続きを完了していませんが、これは重要な交渉証言の文書です。バージニアの裁判所は親権争いにおいてこれを非常に重視します。
あなたが説明した経済的な不正使用、怠慢、欠席と合わせれば、十分に訴訟を起こせる案件です、と言いました。費用のことが次に気になりました。3年間で私は資金がどんどん減っていました。ブリジットは減額した着手金$2800を提示し、もしウェイドから不正に使われた資金を回収できれば、残りの費用はそこから支払うという条件でした。私はシエナが亡くなる前から大切にしていた緊急貯蓄口座に$3200だけ持っていました。その資金は車の修理や歯科の緊急事態のために取っておいたはずでしたが、実際は義理の兄の人生を解体するための資金になろうとしていました。運命は皮肉です。私は小切手を書き、ブリジットは重要な指示を一つくれました。彼女は私をじっと見つめて、毎月の送金を続けてください。パターンを変えないでください。彼に何も変わったことを気づかせてはいけません。36ヶ月連続の送金記録があって初めてこの案件を裁判に提出できます。送金を止めた瞬間、彼は何かが起こると察知し、防御を始めますと言いました。そうして私は家族法の弁護士、亡き姉の手紙、ほぼ空になった銀行口座を手に、これから倒そうとしている男に資金を送り続けるよう指示を受けて事務所を後にしました。職場に向かい、午後のシフトに入り、3件の保険請求を処理し、1100回目のご飯と豆の夕食を家で食べました。緊急資金は底をつき、貯金はゼロになりましたが、これほど確信を持ったことはありませんでした。その日のブリジットの最後の言葉は、現状の証拠、法律的な調査による金銭の不正使用の証拠、そして彼が親権を放棄しようとしている証拠が必要です。もっと資料を集められますか、でした。私はうなずきました。次にどこを探せばいいかはすでに分かっていました。ブラックバーグに住む、オーバーンのハイライトが入った紙に$400のハンドバッグを持つ女性がいて、彼女は彼氏のお金の出所を全く知らないのです。そして彼女が知ったら、言いたいことがたくさんあるだろうと感じていました。その2週間、ほとんど眠れませんでしたが、ずっと働きました。土曜日の残業のような仕事ではなく、別の種類の仕事です。保険請求を処理していない時間はすべて、姉の夫に対する訴訟の証拠を集める作業でした。ブリジットは親権請求を提出し、法的調査というものが始まりました。これはウェイドの財務記録を要求する法的権利です。私は3年間で$81,000を彼に送っていました。初めて、その$1がどこに使われたのかを見ることができるのです。銀行取引明細が届くと、私はチャーチアベニューのブリジットの事務所でそれを1行ずつ読みました。12ヶ月分の記録です。ブリジットはそれを印刷し、2色でハイライトしていました。黄色はウェイドの支出、緑はブリアのケアに関連するものです。黄色の部分はまるでライフスタイル誌のようでした。ブラックバーグにあるケンドラ・フェルツのタウンハウスの住所に紐づく口座に$16,800の送金がありました。彼は彼女の家賃を毎月$1,400、時計のように正確に支払っていました。レストランや飲食費に$8,400、ブランチスポットやステーキハウス、クリスチャンズバーグにある寿司屋で、後で調べると2人分のディナーで飲み物抜きで約$90かかる店でした。男性用衣料品店には$1,200が使われていました。ウォルマートやターゲットではなく、私が3年間委託店で服を買っていたのとは全く違う店でした。そしてそこにありました。$3,100、約$3,100がマートルビーチのリゾートに請求されていたのです。昨年4月の長い週末のことでした。私はケンドラの公開されているインスタグラムをスクロールし、その写真を見つけました。浜辺の夕日、プールサイドでのカクテル、そしてお揃いのサングラスをかけて笑う2人の姿はまるで旅行広告のカップルのようでした。投稿は4月22日。私の送金は、の月の15日に口座から引き落とされていました。銀行から彼らのビーチバケーションまで、わずか7日間です。グリーンの列、すなわちブリアの欄は空白でした。低いのではなく、全く記録がなかったのです。小児科医にも、子供服店にも、学用品店にも、子供用の薬局にも、12ヶ月の記録の中で彼自身の娘への支出を示す1円もありませんでした。
私はかつて計算したことがあります。あのマートルビーチの週末のために、何時間の残業土曜日シフトを働いたのか。127時間。およそ3週間分の人生を誰かのプールサイドのカクテルに変えたのです。ピニャコラーダがそれだけの価値があったことを願いました。そして、最も辛い部分がやってきました。ケンドラに話しました。はっきりさせたいことがあります。私はケンドラを憎んでいませんでした。理由もありませんでした。彼女は私の妹の夫を奪ったわけではありません。彼女は自分が成功した独立系のバック業者だと信じる男性と付き合い始めたのです。ウェイドは私に嘘をついていたのと同じように、彼女にも嘘をついていただけでしたが、別の台本を使って。私の役割は、ドラを罰することではありませんでした。真実を伝え、それをどう受け止めるかを見ることでした。私はインスタグラムを通して彼女にメッセージを送りました。短く、冷静で、事実だけを書きました。こんにちは、ケンドラ。私はアテナ・ローウェン、WD の娘ブリアの叔母です。話があると思います。重要で、あなたが予想するようなことではありません。彼女は2日間返信しませんでした。その2日間、私は約400回も携帯を確認しました。正気とスクリーンタイムレポートを大切にする人にはお勧めしません。ようやく返事が来たとき、それは慎重なものでした。何のことですか、私たちはクリスチャンズバーグのカフェで会いました。中立の場所で、公の場で、対立はありませんでした。私はコーヒーを2つ買い、向かいに座る女性に、彼女の彼氏が亡くなった女性の妹から7歳の子のために送られたお金を取って2人の関係を支えていることを告げるところでした。私は非難しませんでした。怒鳴りませんでした。携帯をテーブルに置き、銀行アプリの送金日を見せました。次に彼女のインスタグラムの投稿を見せました。3月18日に投稿されたデザイナーのクロスボディバッグ。私の送金は3月16日に処理されていました。4月22日のマートルビーチの写真。私の送金は4月15日に処理済み。昨年7月に彼女がウェイドをタグ付けした腕時計。私のその月の送金も記録通りでした。ケンドラは画面を見つめ、顔色が段階的に失われていきました。まるで夕日が逆に沈むのを見ているようでした。彼女は首を振り、ウェイドは独立系の請負業者だと言ったと話しました。仕事は順調で、大きな顧客からの支払いを時々受け取っているとも。彼女は疑う理由がなかったと言いました。私は責めるために来たのではないと言いました。ただ7歳の女の子が飢えている間に、私が彼女のために送ったお金が別のところに使われていると知ってほしいだけです。ケンドラは時間を欲しがりました。私はそれを与え、無理強いしませんでした。家路に着き、待ちました。2日後、彼女からメッセージが届きました。彼が寝ている間に携帯を見ました。あなたの名前からの送金がありました。彼はそれが物件管理の顧客からの支払いだと言っていました。気分が悪いです。本当にごめんなさい。その瞬間からケンドラは WDE の彼女であることをやめ、私の証人となったのです。そして彼女は私の血を凍らせる事実を教えてくれました。数日間、ケンドラと私はさらに話しました。彼女は以前は火にも止めなかった細かいことを思い出し始めました。ウェイドが何気なく言ったこと。彼はブリアのための手配を何度か話していたと言います。ブリアがより適した場所に行くかもしれないと。ロレインが一時的に引き取って、その後のことは考えると言っていたのです。ケンドラはそれを共同育児の決定だと思っていましたが、彼が父親としての責任から逃げる計画を立てていたとは気づいていませんでした。私はこれらのことをブリジットに伝えました。彼女は話を聞き、メモを取り、私一人ではできなかったことをしました。バージニア社会福祉局に正式な問い合わせをしたのです。そこで彼女が見つけたものは私を凍りつかせました。ウェイドは数週間前に同局に連絡を取り、親権放棄の自主的手続きについて呼び的な問い合わせをしていました。まだ正式な書類は提出していませんでしたが、詳細な質問をしていたのです。手続きのステップは何か、どれくらい時間がかかるか、
子供はまず家族に預けられるのか、それとも一時的に里親に行くのか。すべて記録に残っていました。義兄は娘をただ放置しているだけでなく、父親としての責任を法的に放棄する方法を積極的に調べていたのです。もし彼が私が親権を確保する前に手続きを完了したら、ブリアは一時的でも里親制度に入る可能性があり、そこから引き出すのは格段に難しくなります。ブリジットはそれをはっきりと伝えてくれました。時間がないのです。ブリジットは即に動きました。親権放棄の差し迫った危険と記録されたネグレクトを根拠に緊急申し立ててを行い、迅速な処理を求めました。そして和解協議を設定しました。裁判をせずに親権問題を解決するために、両者とその弁護士が彼女の事務所で会う場です。ウェイドはある火曜日の朝、セーラムハウスで訴状を受け取りました。午前9時15分に訴状を渡され、20分後に私に電話をかけてきました。声は冷静で落ち着いており、慌てても怒ってもいません。3年間嘘を管理し続け、同じ手法を使おうとしている男の声でした。アテナ、誰かが何か言っているのかもしれないが、これは誤解だ。私はブリアの父親だ。君は叔母だ。家族として話そう。弁護士は必要ない。私は叫びたかった。娘が隣人の台所のテーブルで食事をする間に、マートルビーチで3100ドルを何に使ったのか問い詰めたかった。シエナの手紙の一行一行を読んで説明させたかった。しかし私は言いました。私の弁護士が連絡します。そして電話を切りました。通話記録をブリジットに転送しました。ウェイドは操縦者としての評価に値します。慌てず、姿を消しませんでした。48時間以内に弁護士を雇いました。名前はレイ・スカトル、小さな事務所をローワノ区で開いていて、短期間で対応可能ということは法律業界では大抵弁護士の案件負担が軽いことを意味します。ウェイドは法的に対応する賢さがありました。3年間私を管理してきたように、魅力と合理的に聞こえる言葉で、周囲を説得できると思っていたのです。彼はブリアの昼食を準備するのもやっとだと私に信じ込ませ続けていましたが、突然に営業日で弁護士を雇いました。生活がかかると能力はあらわになるものです。ブリジットは金曜日の夕方に電話をくれました。いつものように落ち着いた声で言いました。和解協議が決まりました。10月28日、午前10時、私の事務所で。彼の弁護士も同意しています。そして彼女はこう付け加えました。何度も頭に浮かんでいます。私たちがあの部屋に座るとき、アテナ、私たちは口論しません。声を荒げたり、演説したりもしません。私は書類を一つずつテーブルに置き、数字が語る真実を見せます。数字は嘘をつかない。数字は感情的にならない。数字は誰かを説得しようともしない。これが勝つ方法です。私は理解したと答えました。しかし電話を切った後、キッチンのカウンターに手を置く手が震えていました。ジェラルドは私のそばに飛び乗り、腕に頭を押し当てました。3年間の同居で彼が示した最も感情的な支えでした。猫でさえ、これは大事だと分かっていました。10月28日、午前10時。チャーチアベニューにあるブリジット・コワルスキーの事務所で。会議室は小さく、長方形の木製のテーブルがあり、椅子は6脚。中央には水差しが置かれ、その周りに4つのグラスが逆さまに並んでいました。蛍光灯のかすかなハム音が、ここが普通の人々にとって重大な場所であることを物語っていました。部屋には派手な装飾は一切なく、暗い木目のパネルも、旗も、議長の土もありません。ただテーブルと椅子、そして静かな蛍光灯の音だけがありました。片側には私とブリジットが座っていました。ブリジットはテーブルの前に厚く整理されたバインダーを置いていて、それは色分けされたタブで区切られていました。彼女はそれをチェスの女王を盤上に置くような、攻撃的ではなく、試合はすでに決まっているという落ち着いた確信を持ってテーブルに置きました。反対側には、ウェイドとレイ・スカトルがいました。ウェイドは見たことのないボタンダウンシャツを着ており、おそらく彼の銀行明細に記録された服の店と同じものでしょう。彼は落ち着いていて、
不安そうではありませんでした。彼はまるで今からもこれまでの人生で何度もそうしてきたように、言葉で問題を切り抜けられると信じている男の顔をしていました。レイ・スカトルはリーガルパッドとペンを持っていましたが、パッドは真っ白のままでした。誰も数秒間、口を開きませんでした。ブリジットは世間話をしません。会議の進行や目的の説明もなく、ただバインダーを開き、書類を1枚ずつテーブルに置き始めました。最初は36通の電信送金領収書でした。彼女はそれをトランプのカードを配るようにゆっくりと、慎重にテーブルに広げました。各領収書には日付、金額、振込先の情報が印刷されていました。2250ドル、2250ドル、2250ドル。36件、3年間分です。彼女は一言も発しませんでした。ただそのままそこに置きました。次に、WDE の銀行明細。12ヶ月分の記録が印刷され、タブで区切られていました。ハイライトされた行が2色で全てを物語っていました。黄色はケンドラのアパートへ16,800ドル、レストランで8,400ドル、男性用衣料品店で4,200ドル、マートルビーチのリゾートで3,100ドル。緑色はブリアの出費の欄。そこには何もありません。完全に、完璧に、決定的に空白でした。3番目は、リアの学校の出席記録。1学期で11回の欠席。ウェイドに送られた手紙、メール、残されたボイスメール、すべて記録され、応答は一切ありませんでした。4番目はパティ・ゴーマンの交渉された署名入り陳述書。7歳の少女が何ヶ月も週に何度も空腹のまま彼女の家を訪れ、誰も食事を与えなかったため彼女が夕食を与えていたという近隣住民の証言です。5番目は学校カウンセラーの報告。行動の変化。引きこもりがちで静かな子供。カウンセラーに、近いうちに何かが変わるかもしれず、他の場所に行くかもしれないと話していたという内容です。6番目はケンドラ・フェルツの公開インスタグラムからのプリントアウト。電信送金の日付とタイムスタンプが一致しています。クロスボディバッグの写真。3月18日の投稿と3月16日の送金。マートルビーチ旅行。4月22日の投稿と4月15日の送金。WDE の手首の時計。7月の投稿と7月の送金。写真が領収書と並び、次から次へと続きました。7番目はケンドラ・フェルツの署名入り陳述書3ページ。WDE の収入について騙されていたこと、今では彼の金の出所を理解していること、ウェイドがブリアのために手配を進めていること、そしてブリアをもっと適切な場所に行かせるつもりだったという繰り返しの発言が記されていました。8番目はアージニア州社会福祉局の記録。6週間前にウェイド・プセルが親権放棄の手続きについて呼び的な問い合わせをしていたことが確認されました。そして、私にとって聖なるもののようにテーブルの中央にそっと置かれたのは、シエナの交渉された後見意向書とその下に置かれた彼女の直筆のメモ。亡くなる8ヶ月前に姉が書いたもので、夫を愛しているが金銭管理は信用できないと記されていました。何かあったら娘を守ってほしいと私に託したものでした。部屋は沈黙に包まれました。不快な沈黙ではなく、重い沈黙。これ以上議論することが何も残っていない時の沈黙です。WDE の表情は段階的に変わりました。ブリジットが始めた時は冷静に見えました。銀行明細が提示されると、彼の瞳の奥で何かが揺れました。ケンドラのスクリーンショットがテーブルに置かれる頃には、顎をきつく結んでいました。社会福祉局の記録が出ると、両手をテーブルにぺったりとつけて身動きしないようにしているようでした。そしてシエナの手紙が中央に置かれたとき、亡くなった妻が私よりも前に彼の本性を見抜いていたと気づいた瞬間、彼の顔の何かが閉じるように、まるで扉が閉まるように変わりました。レイ・スカトルは資料に目を通し、時間をかけましたが、一つも書類に異議を唱えず、質問もせず、白紙のリーガルパッドにメモも取りませんでした。終わるとウェイドに静かに近づき、廊下で話しましょうと言いました。二人は立ち上がり部屋を出て、ドアがカチッと閉まりました。私はテーブルの中央にある水差しを見つめ、
自分の鼓動が耳に響くのを感じました。ブリジットは隣に座り、下の階から持ってきた紙コップでコーヒーを飲み、バスを待つ人のようにリラックスしていました。なぜ彼女がそんなに落ち着いていられるのか尋ねたかったけれど、答えはすでにわかっていました。彼女は以前にもこうした経験をしていて、ウェイドのような男と何度も向き合ってきたのです。廊下での会話がどんなものか、聞こえなくても知っていました。彼らが戻るまで11分かかりました。私は全員を数えました。戻ってきたウェイドは変わっていました。怒りでも反抗でもなく、ただ空虚でした。3年間嘘を維持するために費やしたエネルギーだけが彼を支えていたのに、それが消えた今、もう何も残っていないようでした。レイ・スカトルが最初に口を開き、プロとして冷静な声で、依頼人は条件について話し合う用意があります、と言いました。廊下でレイがウェイドに何を話したのか正確にはわかりませんが、推測はできます。おそらくこれ以上争えば電信詐欺の刑事告発がなされること、証拠は議論の余地がなく算術的なものであること、このファイルを見た裁判官は私に親権を与えるだけでなく、偏見を持って判決を下すだろうこと。ウェイドが望める裁量の結果は、コンテーブルの上にある交渉による合意であり、法廷での壊滅的な敗北ではないと。彼の言ったことは効果的でした。条件は明快でした。ウェイドは自発的にブリアの法的及び物理的な完全な親権を私に譲渡することに同意しました。$81,000の賠償金を分割払いで支払い、再就職した瞬間から給与差し押さえが適用されること。もし支払いを滞納したり、契約条件に違反した場合、ブリジットがすでに用意していた刑事詐欺告発が地方検察庁に提出されること。ウェイドは監督付き面会権を保持し、月に1回、裁判所が任命した監督者の立ち会いの下で面会が認められました。ブリジットがこれを主張したのは、ウェイドがそれに値するからではなく、私が復讐心ではなく合理的に見えるためであり、裁判官も同様の命令を下すだろうと言ってのことでした。ウェイドはペンを手に取り、ゆっくりと署名しました。私の方もブリジットの方も、誰の方も見ずに。彼は娘のために送られた36件の送金を現金化し、レストランのブランチやリゾートの週末、そして嘘をついていた女性へのブランドバッグに使った同じ手で書類に署名したのです。私は記念にペンをもらおうかと思いましたが、ブリジットはすでに次のページに進んでいました。すべてが終わるとウェイドは立ち上がり、会議室を通り、ロビーを抜け、ブリジットのオフィスのガラスの正面玄関を一言も発せずに出て行きました。レイ・スカトルはブリジットと握手し、弁護士としての礼儀を交わし、白紙のリーガルパッドを持って後を追いました。部屋には私とブリジットだけが残り、書類の山と4つの手つかずの水のグラスがありました。ブリジットは私を見て、微笑みはせずに一度うなずき、ブリアはあなたのものよ、と言いました。私はまだ涙を流しませんでした。後で泣く時間はありました。感じていたのは悲しみでも安堵でも喜びでもなく、3年ぶりに胸を何かに押されることなく、肺の奥底まで深く息を吸い込めるような静かな感覚でした。その午後、私はブリアの学校へ車を走らせました。3時15分に迎えの車列に車を入れました。ブリアがリュックサックを背負って二重の扉から出てきました。そのリュックは幼稚園の頃から使っている薄いものでした。彼女は車の列を見渡し、私のキア・ソレントを見つけると、数ヶ月ぶりに見た表情を浮かべました。あの時のような気をやった笑顔ではなく、本物の、満ち足りた明るい笑顔で、シエナの目尻が細くなる笑顔に似ていました。彼女は車に駆け寄り、後部座席に乗り込むと、まるでその瞬間をずっと待っていたかのようにシートベルトを自分で締めました。彼女はバックミラー越しに私を見て言いました。お家に帰るの、おばさん、私はうなずきました。そうだよ、ベイビー。お家に帰るんだ。話を終える前に、このチャンネルが少しでもあなたの日常の一部になっているなら、ぜひチャンネル登録といいねを押してほしいです。1秒でできることですが、正直なところ、それが私の励みになります。皆さん一人一人に感謝しています。親権の委譲は90日で確定し、クリスマス直前でした。書類が通ったのは12月23日で、3年ぶりにブリアはクリスマスの朝に、
自分のために誰かが自分のお金でプレゼントを買い、真夜中に手で包んでくれた家で目を覚ましたのです。猫が包装紙の中に入りたがっていたのもその時でした。ちなみに、ジェラルドはこの意向をうまく受け入れませんでした。最初の1週間は冷蔵庫の上にいて、許可なく住んでいる入居者を見つけた大家のような表情でブリアを見下ろしていました。2週目にはソファの後ろに移り、3週目にはブリアのベッドの足元で眠っていました。彼は忠誠心の変化を決して認めませんでした。猫は謝らないのです。リビングの窓際の午後の日差しが差し込む場所をブリアのスペースに変えました。ウィリアムソンロードの古着屋で買った小さな本棚、ブリア自身が選んだ黄色いシェードのデスクランプ。クレヨンやマーカーは、世界一のおばさんと書かれたコーヒーマグに整理されており、それは冗談で買ったものでしたが、ブリアは真剣に受け止めてしまい、今や定番になっています。かつては毎月$2250が WDE の銀行口座に消えていましたが、今はブリアに直接使われています。ぴったり合う新しい靴、バージニアの冬に適したコート、穏やかな9月の午後用ではない本格的な防寒着。学校の文房具。グランドビレッジのコミュニティセンターで土曜の朝に通うアート教室では、主に猫や時折木の絵を描いています。ジェラルドはあるセッションの無理やりのモデル役を務めて以来、私と目を合わせようとしません。私はまだ質素な食事を続けています。3年かけて身についた習慣で、理由が変わっても続くものです。毎朝のシナモンとバナナスライス入りのオートミールは1杯40セントほどで、昼まで満腹感が続きます。この習慣はウェイドの送金のために一銭も無駄にしないようにしていた頃に始めました。今はうまくいくし、好きだから続けています。高価でなくてもぴったりなものはあるのです。でも今は朝作ると、向かいに小さな女の子が座って絵を描いていて、彼女のオートミールは冷めてしまうほどジェラルドの髭を正確に描くことに夢中です。その40セントの朝食がまるでご馳走のように感じられます。送金が止まり、法的費用も清算されたので貯金の再建を始めました。おそらく裕福にはなれないでしょう。それでいいのです。安定した仕事があり、少し狭くなった一室のアパートがありますが、以前にはなかった充実感があります。ゼロから少しずつ増えていく緊急資金。安定、それが言葉です。3年間感じられなかった安定感は、本当に素晴らしいものでした。和解後、WD はロレインと一緒に暮らし始めました。賠償金の支払いは少額からで、まずは仕事を見つけなければなりませんでした。約6週間後には、津の会社でパートタイムの空調設備の仕事を始め、給料から自動的に支払いが差し引かれています。$81,000全額返ってくるかは不確かですが、返済命令は強制力があります。刑事詐欺の告発は、ブリジット・コワルスキーのファイルキャビネットに、彼が約束を守る限り決して発射されることのない装填済みの武器のように置かれています。ケンドラは和解会議の翌日にウェイドをすべての SNS でブロックしました。彼のソーシャルメディアは、週間で沈黙しました。彼の今の生活がどうなっているかは知りませんし、正直に言うと考える時間もありませんでした。これはウェイドを破滅させるためのものではなく、ブリアを助けるためのものでした。驚くことに、ブリアが引っ越して3週間後にロレイン・ペセルから電話がありました。ウェイドではなく、ロレインからでした。彼女の声はこれまで聞いたことのないほど小さく、ウェイドを擁護せず、言い訳もせず、ただブリアに会いたいと言いました。私は了承しました。ロレインはブリアの祖母だからです。コントロールできない息子と、失いたくない孫の間で3年間も囚われていたからです。これは罰のためではなく、ブリアを安全な場所に置くためのことでした。そしてロレインは、すべてにもかかわらず、その小さな女の子を愛していました。ロレインは、日曜の午後にやってきました。手作りのシュガークッキーを持ってきてくれました。ブリアが以前、ロレインの家で一緒に作っていた時に手伝ったスプリンクル入りのクッキーです。ブリアは玄関まで走って行き、彼女を抱きしめました。二人はソファに座り、カートゥーンを見ながらクッキーを食べ、私はキッチンを掃除するふりをしていました。ある時、そっと横を見ると、ロレインが手の甲で目を静かに拭っていて、ブリアに見られないようにしていました。
ウェイドについては話しませんでした。話す必要がなかったのです。ブリアが引っ越して6週間後、学校から電話がありました。問題の連絡ではなく、良い知らせでした。担任のキャラウェイ先生からメールが届き、3度読み返してからスマートフォンのフォルダーに保存しました。彼女はこう書いていました。ブリアは全く別人のようです。授業に参加し、笑っています。先週、掲示板に飾るための絵を持ってきてとても誇らしそうでした。家庭で何が変わったのかわかりませんが、どんなことでも感謝しています。引っ越してから一度も欠席していません。ブリアは今夜もぐっすり眠ります。以前はそうではありませんでした。少しずつ知りました。子供が数週間かけて寝る前の小さな言葉で少しずつ明かしていくように。彼女はかつてセーラムの家で目を覚まし、WDE のトラックの音が車道に入るのを聞いていたと話してくれました。時には真夜中過ぎに来ることもあり、来ないこともありました。7歳の子が暗い部屋で帰って来ない父親のトラックの音を聞きながら眠れずにいるのです。そのことを思うと、目を閉じて深呼吸しなければ続けられません。今はトラックの音を聞くことはありません。ジェラルドが隣で丸くなり、彼女がダラーショップで選んだ星型のナイトライトが灯る中で眠っています。7歳らしく、深く楽に恐怖なく眠っています。ある晩のこと。バージニアの夜は早く暗くなり、窓からの空気は冷たい葉の匂いがし、数軒離れた誰かの暖炉の煙の香りが漂っていました。私は食器を洗い、ブリアはキッチンテーブルでいつものように絵を描いていました。ジェラルドは自分のものだと思っているラジエーターの上で眠っていました。ブリアがテーブルの向こうから髪を滑らせてきました。これ、おばさんへ手を拭いてそれを取りました。3人の人物が描かれていました。左の背の高い人は茶色い髪で、おばさんと丁寧な文字で書かれています。真ん中の小さな子はお下げ髪で大きな笑顔、私です。そしてその上に浮かぶ黄色い翼を持ち、さらに大きな笑顔の人物には、マミーと書かれていました。下には7歳の一生懸命な字で、私の家族とありました。絵を見つめ、ブリアを見ました。彼女はシエナの目をしたあの目で私を見つめ、分かっているかどうかを確かめていました。私は泣きませんでした。手を伸ばして彼女の手をしばらく握りました。小さな指は温かく信頼に満ちていました。数ヶ月前、私の手を掴んで全てを変える秘密を囁いたあの手です。そして思いました。シエナはいつも計画を持っていた。今どこにいても、計画はあったのだと。彼女は、のために一つのフォルダーに名前を付けました。誰にも読まれることのないことを願いながら、手紙を書きました。キャンベル通りの交渉役場で私の名前を書いた紙を預け、もし最悪の事態が起きたとしても、私がそれを見つけられると信じていました。そして、私はそれを見つけました。3年遅れでしたが、確かに見つけました。この物語の最後まで共にいてくれて、本当にありがとうございます。あなたにとって大切なことなのです。すでに画面の向こうに、あなたのために選んだ別の物語が待っています。クリックすれば、すぐにそちらでお会いしましょう。